皆さんこんにちは。リトルビーガーデンのみーこです。梅雨明けも間近。今日は庭の多肉の様子を見ていこうと思います。このグリーンネックレス、プリップリです。そして一緒に植えているのはミニベルです。このミニベルは茎が長く伸びてしまいますね。そしてその隣はルビーネックレス。花柄は取り除いておきます。このリメカンにはビアホップが植わっています。少し葉がシワシワっとして水を欲しそうですね。なぜかこんなところに S 字フックが引っかかっていましたが、これは少し前に仕立て直しっていうか、まるっと植え替えをした鳥かごの寄せ植えです。その下の多肉トレイの高砂の翁です。これも梅雨明けしたら植え替えしたい多肉の一つなんですけどね。梅雨が終わると今度は暑さでなかなか外に出るのも億劫になってしまうんですよね。勢いが増したドラゴンズブラッドも増やしておきたいですね。このレインドロップスは葉が1枚変色しています。取ろうと思ったんですが、片手ではちょっと無理でした。隣のトレイでは真っ赤なロビンがとても目立っていました。これはアメージンググレースかな。夏顔の多肉たちの中にピンク色のマディバも目立っていますね。雨よけにオーニングの下に避難させていた多肉の寄せ植えは何やら様子がおかしいです。外に出して見てみましょう。寄せ植えの中心あたりが真っ黒に樹れてしまっていました。雨に当ててしまった後に風通しが悪くなり、弱い多肉は樹れてしまっていました。被害が広がらないうちに樹れた葉は取り除いていこうと思います。樹れた葉を取っていくんですが、このように少しでも葉が黒くなっているものも一緒に取り除いていきます。おぼろ月もこの時期になるとどうしても下葉から徐々に樹れたり枯れたりしていくんですよね。その樹れた葉や枯れた葉も取り除いていきます。こんな風に黄色く変色した葉も取り除いておきます。少しでも悪い葉があればすべて取り除き、風通しを良くしておきます。やはり中心は蒸れやすいようで、一株丸々樹れていました。こうなるともう種類の判別もできません。これもすべての葉が落ちて茎まで樹れてしまっていました。そういえばこの鉢に植え替えをするときに土の配合を少し変えてみたのが蒸れの原因にもなったのかな。レーマニーやアエオニウム、その他にも水の好きな多肉をいくつか植えていますが、その苗を植えている場所は花と野菜の土だけにしています。ちょうど今下側に向いているこの多肉のスペースに花と野菜の土を入れています。ルビーネックレスも植わっているところです。寄せ植えも
こちら側から見た方が綺麗に見えますね。今回枯れ葉や樹れた葉を取っていますが、空いたスペースにはとりあえず何も植えずにおいて、夏を越して涼しくなり、秋になってからまたこの寄せ植えを仕立て直しする時にでも新しい多肉を植えようと思っています。その時には蒸れてしまった中心部分に新たに鹿沼土を足して、少し水はけを良くしてからまた寄せ植えを仕立て直ししようと思っています。少し前まではこのセダムも元気だったのに、いつの間にか外に垂れていたセダムたちは枯れてしまっていました。せっかく鉢からあふれるほど元気に育っていたのに、とても残念です。そして樹れた葉や枯れ葉を取り除いた後を見てみると、やはり土がまだ湿っています。この土も早く乾いてもらわないとまた被害が出そうですね。そしてこの寄せ植えにもハティオラをカットして植えたものがあります。これは茎もしっかり太く、節も短いですね。そして外で作業をしていると、ご近所さんに花の苗をいただきました。ちょうどナスタチウムが終わった鉢が空いていたので、この鉢に今から植え付けていこうと思います。ちなみにこの花の苗はこぼれ種から育った苗だそうです。いつの間にか鉢でこの大きさにまで成長していたということで、その苗をいただきました。最近では多肉植物と家の中で観葉植物を育てているぐらいで、花の苗はあまり育てていないため、上手に育てられるか少し心配です。植え方もこれでいいのかな。そしてこの鉢に一緒に植わっているのはグリーンネックレスと小宝草です。花の苗が成長して窮屈そうになったらまた植え替えする予定です。作業台の上にこぼれてしまった土は鉢の中に戻しておきました。そうそう、雨ざらしにしていた寄せ植えと軒下に置いてあった寄せ植えの違いを見てみると、こんな感じです。若干ピーチプリデが徒長気味で、セダムが少し枯れていますが、多肉が蒸れていることはないので、やはり雨ざらしは要注意ですね。この日の夕方にはセミが鳴き始めて、梅雨もそろそろ終わりです。梅雨が終わると、今度は本格的な夏の暑さがやってきます。その前にこのマクドガリー×ラウレンシスもカットしてすっきりさせてあげたいですね。はい、ということで今日の動画は雨降り後の庭多肉の様子と、中心が蒸れてしまった寄せ植えをお掃除したり、いただいた花の苗を植え付けていきました。いかがだったでしょうか。そういえば畑に植えた多肉たちも気になるところです。もしかしたらこの梅雨の雨で全滅しているかも。次回は畑の様子でも見に行ってみようと思います。この動画が良かったなって思っていただけたら、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。今日も最後までご視聴ありがとうございました。それ
それでは次の動画でお会いしましょう。またね。